やっぱりトヨタと付き合いたい、未来を作るチャレンジができるから、そう言っていただける関係になりたい、その一心でここまでやってまいりました。今日はおはようございます。はい、おはようございます。明夫さんが工場アポなし訪問です。はい。嬉しいです。そこの現場に行ってその問題点を同じ目線で感じることによって、求心力も生まれると思いますし、お客様の気持ちを引き出せる会話をできるようになってからいかないと、やっぱり現場にこそ真実があるし、現場でないと課題は見えてこないですしね、それが今のトヨタが作ってきている原動力だと思うんですよ。トヨタイムズの富川悠太です。今週はですね、先週に続きまして社長、副社長お三方に話を伺ってまいります。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。だいぶ皆さんのお人柄、趣味なども見えてきましたので、ここからは経営についてどのようなことを皆さんが思っていて、どのような未来を描いているのかといったことを聞いていきたいと思います。まずは皆さんの特徴を知るために、こちらの質問をさせていただきました。泣かぬならほにゃららほにゃららホトトギス、ここにそれぞれ何と書かれるのか。ではまずは宮崎さんから参りましょうか。泣かぬならそれもまたよしホトトギス。それもまたよし。これはどういう？いろんな見方考え方があるでしょうし、まずはそれを受け入れて、次どうするかっていうのを考えた方がいいかなっていうふうに最近になって思い始めたっていうことは、若い頃は本当に泣かぬならなんでだよぐらいの感じでしたけど、やっぱりだんだんこれこそいろんな人と仕事をさせていただいて、トヨタ社会長にもいろいろ教えをいただく中で、最近はこういう感じでメンバー、関係者とは接しています。宮崎さんらしいですね。うまいです。続いては中島さんにお聞きしましょうかね。はい。浩二さんどうでしょう。中島さんなんて書くと思います？いやもうそれはもう皆さんご想像の通りだと思うんですけど、もう泣かないホトトギスに存在意義はみたいなことを書かれてんじゃないかなと。いや。さあ実際どうなんでしょうか。中島さん参ります。泣かぬなら理由を聞こうか。ホトトギス。なるほど。これちょっと大阪弁で入れてみました。これ2つ理由がありまして、1つはエンジニアなので、なぜ泣かないのと、何かそこには原因理由があるはずだと、それを突き詰めて問題解決したいという差があるんですね。ただもう1つは、これは佐藤さんがさっきおっしゃられたように、やっぱり私強引な進め方が多いもんですから、そうではなくてやっぱり何か理由があるんであれば相手のまず話を聞いてみるということを、自戒の念も込めてこれからこうしていきたいなということで理由を聞こうかにさせていただきました。想像じゃなかったですね。いやもう本当に失礼しました。これでもメンバーこの答えこれのテレビで見ますよ。中島さん聞いてくださいよ。本当はもう一枚ある。ちょっと有効期限があるかもしれない。これ動画で残りますから。さあ最後は浩二さん。泣かぬなら泣いてみせようホトトギス。ご自身が。これはですね、明夫さんを見て学んだことなんですけど、やっぱりいろんな挑戦する時ってやってくださいって言っても先が見えなくてどうしていいかわからないわけだから、声かけるだけじゃ人って動けないですよね。だからなんか挑戦する時ってまずその中に自分が身を投じて、自分がまず動いて背中で見せて、でみんなの気持ちその気になってもらってエネルギーを集めていくって、そういうのがすごく大事なんじゃないかなと思うので、泣いてみせようと、まず自分が泣くっていう。チームのキャプテンっていろんなタイプがいると思うんですけれども、まず動いて見せるっていうキャプテン像ですね。そうですね。みんながその気になってもらえる、でみんながそれぞれの能力を発揮できるようになるのがやっぱりキャプテンの役割だと思うので、チームをエンカレッジするためにもまず自分が声を出す、動いてみる、そこが大事かなと思いますね。はい。はいですね。
いや今思いついて喋っただってかっこいいこと言うな何だってそんな人のせいにしないでくださ僕もちょっとおちゃらけで思ったらいかいかいかそれもまたよしって出ま。ですこれはねすごいい。いやそれもまたよしが出てます普段褒めない人がそんいなにやいやちょっと褒めないでください。冗談でこれ今の本当にいや本当に感銘を受けました。普段使おうと思えば使えます。そして明夫さんは13年14年近くですね社長として、ずっと過ごしていらっしゃいました。その継承進化というのが新チームテーマとして掲げられています。その継承部分としまして明夫さん本当に現場によくいらっしゃって現地現物ずっと実践されてきました。先日も実はそんなシーンがあったのでこちらご覧ください。3月13日月曜日午前10時前です。私はトヨタの上郷工場に来ています。と言いますのも今1台のセンチュリーが到着しました。この中から降りてくる豊田明夫社長笑顔で登場しました。晴れ男の明夫さんが来ると雨が止むという状況でございます。今日はおはようございます。明夫さんが工場をアポなし訪問です。ついていきましょう。お出しはあるでしょ。いや一部だけアップしてますいきなりダメ出しされました。一部だけアポで従業員は知りません明夫さんが来るのを。ちょうど10年前ぐらいに将来やっぱり高齢化が進んで、我々技能系のやっぱり職生も、特に組長ぐらいが直接ラインに入って仕事をするんじゃないか、そういう時代が来るということで高齢の方でも本当に再雇用者ですね4番目に書いてますけど優しいラインを作ろうということでだってここってセンチュリーのエンジン一人で。はいそうこれやっとったんですよ。ここでで今下山。でまた今度は戻ってきます。ここ上郷工場は1965年に生産をスタート。クラウン、カムリ、レクサス、ヤリスなど主力商品のエンジンを製造する工場です。ループさんにやっていただいてるんですけども、やっぱりループさんがこうやって配電をしていくときに配電の難しさってやっぱりこれが1台ごとにそうなん出るやつ。1台ごとにこれをもう分けてやってくれる。でこういう仕組みを作って色とかね同じ記号とか数だとかですね。手だったら黄色の手の部分を入れるのにこうやって分かりやすくシミュレーションしてる。本当にガラバチ。ありがとうございます。やっぱりこう体が少し不利な方にして車椅子で乗っても仕事ができるように大口の仕事をやれるようにということで今トライしてます。で実際にループスの本当に足が不自由な方にも来てもらって仕事をしてもらってこういうとこがやりにくいああいうことがやりにくいっていう人たちにも仕事をしていただいて一番困るのが横の動きなんですね。横にこう動いていくっていうことが非常にやっぱりうまいから全身交代はできる難しいのでこうなしそこで工場の人たちが考えたのは車椅子をからくりで改造させていただいて横に動ける車椅子を今作ってますのでちょっとなんと自分たちで横にも移動できる車椅子を開発。実際に明夫さんも乗ってみるとタイヤを動かしてもらうこうやって動きますよね。はい、普通に動きますね。でこのレバーを前にしてグッと押していただいて、でそのタイヤを動かしていただいて。これどうしてタイヤこっち見ていいですか。これはねこの後ろに秘密があってね。車椅子が横に動く秘密は後ろにありました。レバーを前に倒すと車椅子が浮き上がります。それと同時に横移動するための装置が車輪の下に滑り込むよう工夫されています。そのため人がハンドルを回転させるとその動力を利用して車椅子を横に動かす仕組みになっているんです。こういうアイデアを使ってもっとパラアスリートに使わしたいどうなんだろう。
従業員に感謝の気持ちを込めてサイン。びっくり。嬉しいですね。ありがとうございました。皆さんよろしく。はい。すいません。はい。明夫さんが通ると皆さん笑顔になりますね。そうでしょ。すごいよね。太陽なんですね。太陽。本当に雨も止みましたし。本当だよ、もうみんなやっぱり元気ね、もういただけるんです。でも私も元気もらってますって。そうだね。本当はね。塩ぐらいで。これなんかもう本当そうなんですよ。でレンタルしましょう。今この新人の須田さんっていう方が、作業を覚えたてで、でベテランと今からちょっと比べて、どういうところに差があるか見ようかなと思ってたんですけど、高木君の作業、ベテランです。ベテランね。はい、まあ。この辺までは須田さんの方が早いんで、この辺からちょっと差が出てくる。仮締めから本締め。この辺でね、先読みしてるから次の工程を。そうですね。こういうの実際。ここでもう完全に抜いちゃって。そうですね。はい。やって工程のどういったところにばらつきが出るのか、実際に作業を見せてもらうことに。乗せるだけで。1決めとかそういう。そうです。場所が。はい。こういうのを作ることによってばらつき、一人の差をなくすことができる。じゃあばらつきのあるところを狙っていって、そうですね。誰がやってもそうね、差がなくなるようにも。はい。それでこれだけスムーズになってるんですね。ここで明夫さんにあるサプライズが用意されていました。社長にメッセージをということでいただいてます。ちょっとこれがいいんですよ。はい。僕はいいですよ。あれ？社長としての14年間、現場を愛し愛された明夫さんのために、国内と海外の工場で働く従業員からビデオメッセージが送られたのです。モビリティカンパニー、新しい夢をいただきました。ありがとうございました。これからも新たなチャレンジ続けます。いい車作るぞ。From our North American manufacturing team, Akio-san, we sincerely appreciate your outstanding past and future support. 苦しい時こそ先頭に立ってくださいました。本当にありがとうございます。これからも競争力向上頑張ります。豊田さん、工場に元気をいただきありがとうございます。任せるよ。はい、わかりました。社長になってね、社長の社は謝罪の社って言われるぐらい謝罪しまくりました、最初。それでいつかは社長の社を感謝の社に変えたいということを言ってきたけど、あんまり一番ありがとうと言いたかった現場にね、足を運べなかったんですよね。でも会社をね、精一杯元気づけるために必死で満身創痍でやりました。さらにね、トヨタを発展させるよう、微力ですが皆さんと一緒にこれからも戦っていきたいというふうに思いますから、とにかく一緒にやりましょうよ。ね、はい。そしてシール配り、従業員が一気に集まってきます。たくさん取ろうとしたいです。はい。嬉しいです。どうでした、急に社長が来て。いやー、緊張しますね。目の前に本物の社長現れて、もうなんか嬉しいです。
ここで一旦お昼休憩ということで、明夫さんが向かった先は工場内にある社員食堂。選んだメニューはこちら。ホイコーロー丼とピリ辛餃子、小松菜の和え物。さてそのお味は？辛さ控えめ。辛そうに見えますもんね。でも辛さ控えめ。社員証があるんですね。あるんですよ。従業員番号とかそういうのはないね。すごい綺麗な。しかも最近の写真。このやり方わかんない。まあ書いてますからやっていただく。誰も教えずにですね。このスプーンはここかな。はい、そうです。ちゃんと仕分け、はい。仕分けされて置いて押し当てて。おすんなり。お支払い完璧でした。でここ。はい、食器返却口に。お疲れでした。その後は車の電池生産をするにあたって人材育成の大切さなどについて本音で語り合いました。だから電池が来た時には本当にいろんな人を私の職場からもピーペスだとかにいろんなところに10人以上人を出して苦しいけどね、今ね苦しいね。かなりやっぱ人もいるんで余力を浮いたところも含めて少しやっぱりずつ今回していただいておったり。でも本当に人材育成ですよ。俺も人材育成なんですよ。いろんなことをやっぱり経験できて、でやっぱり自分自身の成長にもなるし、やっぱり後輩をどんどんこう引っ張っていくっていう、特にベテラン層にとってはやっぱりいろんなものを吸収しながらまた後進を育てるみたいなことがやっぱりちゃんとこうやって回ってるんですよね。人を育てるっていう。それが僕は大事じゃないかなと。ご覧いただいたように明夫さんはまさに現地現物をずっと大切にしていらっしゃった、現場を愛してたからこそ現場から愛されているという方でしたけども、皆さんもやっぱりずっと一緒に過ごされてきましたから、もう現地現物主義っていうのは染みついてらっしゃると思うんですけれども、小路さんいかがですか？そうですね、やっぱりもうトヨタの原点だと思うんですけど、やっぱり現場にこそ真実があるし、現場でないと課題は見えてこないですしね。でましてや本当にトップが自ら現場でみんなと一緒に汗をかいてる、それが今のトヨタは作ってきてる原動力だと思うんですよ。やっぱり現場っていうのは我々にとっては本当に大事にすべき原点の場所ですね。中島さんもね、現場でよく姿をお見かけしますね。はい、それぞれの担当にもそれぞれの現場があると思うんですね。例えば設計をしているならその設計の図面を描くという現場があるでしょうし、でその現場でしか起きない問題点というのは必ずあると思うので、やはりそこの現場に行ってその問題点を同じ目線で感じることによって、求心力も生まれると思いますし、新しい開発のネタも生まれてくるというふうに信じています。宮崎さん、地域で考えると世界はものすごく広いですけれども、それでもできる限り現場主義っていうのは考えられてるんですか？やっぱりそれぞれのお客様とか反応声は違いますんで、やっぱり生で声を聞くっていうのが大事なんですけど、ものづくりと違う部分はこちらから何の問いかけをするかによって反応が違うので、やっぱりお客様の気持ちを引き出せる会話をできるようになってからいかないと、逆にこちらが欲しいものを意図的に聞いてしまうと全くもってそれは現地現物にならないもんですから、我々のメンバーたちとよく言うのは、本当に何をお客様が普通の声をどうやったら伝えてくれるかっていうのは1回2回言ったってわからないので、やっぱりそこに対してだからこそ現地のメンバーが何回も足を運ぶっていうのが営業の方は余計大事かなっていうふうに思いますけど、同じ現場でもやっぱりそれぞれの担当によって全然違うんですね。感覚も準備もね。もちろん皆さんが皆さんの役割、チームとして動いていくわけになりますけれども、このチーム経営と考えた時に、もちろん自分たちもそうですけれども、
仕入れ先の皆さんですとか販売店の皆さんもチームとしてやっぱり考えて捉えていくということになるんでしょうか。もう本当にもちろんそうですね。車一人じゃ作れないですし、多くのパートナーと共に生み出されていくものなので、そういう人たち、チームの人たちが本当に同じ思いになってないとやっぱりいい車にはならないんですよね。だから本当にこう仕入れ先様も販売店の皆さんも作って届けるまでがやっぱ車作りなので、本当にそういう思いはすごく強くありますね。実は就任が発表されて以降ですね、グローバル仕入れ先総会というものとですね、販売店代表者会議というのが行われまして、新体制の皆さんが中心となって、会議が行われました。そちらの模様もご覧いただきます。2023年2月、4年ぶりとなるグローバル仕入れ先総会が行われました。世界中から駆けつけたおよそ700人のサプライヤー、いわゆる仕入れ先を前にトヨタの今後の方針などを伝えました。秋夫さんは長年にわたって築き上げてきた仕入れ先との関係について思いを語りました。やっぱりトヨタと付き合いたい。量がまとまるからではなく、未来を作るチャレンジができるから、そう言っていただける関係になりたい。その一心でここまでやってまいりました。1月26日に社長交代が発表されて以来、初めてステークホルダーの前に立った浩二さん。佐藤浩二です。トヨタはマルチパスウェイという軸をぶらさずに、ハイブリッドも電気も水素も全方位で取り組んでいきます。これまで仕入れ先様とトヨタで積み上げてきた車屋のチーム力が大切なのです。今日のトヨタの新体制をご覧になっていかがですか？ I found it very inspiring and I take with me the message that Toyota-san is teaming up with us as suppliers, focusing on electrification, on intelligence and diversification. これまでのトヨタとこのチーム経営のトヨタ、サプライヤーとしてはその付き合い方っていうのはどうなっていきそうですか？我々はやっぱ安くて良いものを作り続けて提供していくのがやっぱり使命だと思ってるんで、必要な時に必要な量だけ、それは変わらないと思ってるんで、一緒にチャレンジしていきたいっていう思いもあります。一緒です。やっぱりそういったものをしっかり絆としてチャレンジしながらやっぱり製造していきたい。グローバル仕入れ先総会はグローバルトヨタのものづくりを支える世界の仕入れ先に対して行われる会合です。一方で3月に開催された全国トヨタ販売店代表者会議、こちらは国内の販売店に向けてトヨタの方向性や思いを伝える会合です。全国規模の開催は2年ぶりとなった会議。販売店の代表者およそ250人を前に、秋夫さんが新体制への支援を呼びかけました。ハードで実現していることなのか。バトンタッチ土台は作れた。これからモビリティカンパニーを目指し、次世代の車屋たちがたくさん挑戦し、たくさん失敗すると思います。どうかその挑戦を長い目で見ていただき、私以上のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。そしてトークセッションで会場が最も反応したのは、浩二さんにこの質問を投げかけた時でした。地域を担当させてくれてます宮崎でございます。これまではどちらかというとですね、需給調整、テスラなどではね、ウェブ直販モデルが出てきているということは、このウェブが主流になってきたらトヨタが直接販売してしまって販売店の意味がなくなってしまうのではないかっていう不安を持ってらっしゃる方もいるんですけれども、僕絶対それないと思ってまして、これも断言します。少なくともトヨタレクサスにあっては絶対にないと。我々がそのお客様にお届けしている価値っていうのは単なるものの価値ではなくって、
そういう心と心の、心が動くようなサービスっていうのがそこにあるんだっていうのを僕はすごく実感してまして、新体制を直接接してどんな印象でした？皆さんが胸筋を開いてコミュニケーションされているということが伝わってきて、本当に期待感とこれからもっと会社が良くなっていくんじゃないかなというふうに感じさせていただきました。今後新体制は世界の仕入れ先、国内の販売店と新しい関係性を築いていきます。継承していく部分と新たに築き上げていく部分というのがあると思うんですけれども、それぞれじゃあ商品軸、地域軸でまずお聞きしますと、仕入れ先の皆さんとは中島さん、どのような関係を築いていきたいと思われますか？よく我々開発と称して仕入れ先さんの皆様のお願いする担当部員に対してですね、要求の仕様書というのをお出しするんですが、これあくまで紙に書いた文字の羅列なんですね。でも実際にはプロトタイプの車ができたり、それを走らせてみたり、そこで出た問題点を解決するためにお願いしているのに書面なんです。で、ある車の開発で実際にその車に乗っていただいて、こういうことを実現したいのでここを改良したいんだってお伝えすると、よくわかりましたと、そのために我々はここで努力するんですねっておっしゃっていただいたんですね。これ初めて心が通った瞬間といいましょうか。やはり書面のやり取りだけで車はできるわけではなく、先ほどの現場じゃないですけども、そこで心を通わして仕事をする、そんな関係で、仕入れ先様の皆さんともですね、今後開発を進めていけたらなというふうに感じています。宮崎さん、町一番って考えると販売店の皆さんの役割も大きいですね。そうですね。我々はどうしても販売店さんを通じてお客様とフェイシングさせていただいているので、販売店の皆さんは我々の代弁者でもありますし、その販売店の皆様にだからこそお客様に対して自信を持ってお勧めいただける商品を中島たちと一緒に出していくのも我々の役目ですし、逆にお客様がどんな商品が欲しいかを彼らを通じて適切に情報を取ってくるのも我々の仕事なので、本当に販売店さんも仕入れ先さんも我々と一緒にやっていただく本当に大きな仲間だと思っています。この新チームとして新たにこういうことを築いていきたいなっていう部分ってありますか？販売店の皆さんとかですか？昨日も少し中の方針の時に申し上げたんですけども、これまではずっと我々売り方はこういうものだと思って勝手に自分たちでこの枠を決めてきたものがあると思うんですね。でそれは販売店さんの中もそういう部分があると思いますんで、これからはいろんなやっぱり業界ですとかいろんな他社の皆さんがやってるような新しい売り方みたいなことについてもどんどん学んで、いいとこあれば取り入れて変えていく。で逆にこんなアイデアもあるんじゃないかっていうのを一緒になって会話しながらチャレンジしてみるっていうことをぜひやってみたいなと思ってます。代表者会議でも仕入れ先総会でも私終わった後に皆さんに話を伺ったんですけれども、新体制の皆さんがすごく近い存在に感じた、一緒に頑張っていきたいと思ったという声が多かったんですね。 VTR にもありましたけども、浩司さんそのあたりはいかがですか？本当にありがたいことだと思うんですね。やっぱり車作りも部品の細部細部まで思いが込められて初めてトヨタの品質ですとか商品力っていうのはやっぱり生まれてるんですよね。でそういう現場で一緒に頑張るっていう思いがあればこそできる車作りっていうのがあるので、やっぱりそこを感じ取っていただけてる、我々もこれからも変わらずにね、現場で一緒に車作りをやっていくというパートナーというところをね大事にしていかなきゃいけないなって改めてみんな引き締まる思いですね。まさに皆さん含めてですね、チーム経営というのがキーワードになってくるわけですけれども、実はこのチーム経営についてもそれぞれのお考えを事前に書いていただきました。チーム経営とは皆さんにとってどういうものなのかというものをフリップに書いていただきました。宮崎さんから挙げていただきましょうか。チーム経営とは適材適所です。と言いますと、やっぱり今回のメンバーもそうだと思うんですけども、
いろいろ戦況というか状況が変わってくる中でディフェンスを強めなきゃいけない時はそういうメンバーをそこに厚く配置しますし、今は攻め時だと思ったらそういうメンバーたちをそこに配置するし、それがチームで勝ち残っていくためのやっぱりフォーメーションかなっていうふうに思うもんですから、メンバーたちもそうですし、我々のこのチームもそうなのかもしれませんけども、さっきのバリエーションに富んだメンバーたちもそうですけども、今この継承と進化っていうところに向けては、こういうメンバーなのかなということで配置されたっていうふうにも思うもんですから、私の中ではこの言葉が一番しっくりくるかなと思っています。適材適所っていうことはやっぱりそれぞれがそれぞれのプライドを持ってしっかりと自分の場所を守りつつ、みんなでこうチームとして経営していくっていうことですよね。となりますと浩二さんと中島さんは一斉に挙げていただきます。せーの、はい。仲良く喧嘩すること。本当に？はい。仲良く喧嘩です。ね、ここが一緒だったんですよ。そうですか。はい。びっくり。初めて会ったね。ちょっと本当に気持ち悪い今。怖。どういった意味で中島さん書かれました？いやこれ先ほど申し上げましたけど、日頃からコミュニケーションよく取れてますし、価値観といったものはみんなトヨタ秋夫塾で学んだメンバーですから同じだと思うんですね。ただ大事なことはやはりお互いの意見をぶつけ合って、それでその先にあるお客様のことを考えてるんであればどちらの意見がいいんだ、それとも違った意見にしようかっていうことができる、そういうオープンな関係で今はできてるんですけど、これを僕として書いたのはずっと継続してできることが大事だと思ってるので、喧嘩をしなくなったら喧嘩をふっかけようと思ってます。なるほど。浩二さん一緒でしたね。いやもうびっくりですね。これ本当にびっくり。今中島さん言われた通り本当に同じ気持ちなんですけど、まず喧嘩ってお互いを対等だと思ってなかったらできないですよと思うんです。まずそれから喧嘩するってことはものすごく主張があるってことなんですよね。自分の考えがあってお互いを対等だと思ってるから、その違いを埋めるためにやることだと思うんですよ。でただこれ仲悪いと本当にこう争って終わってしまうので、やっぱりどっかで解を見出そうという努力がお互いにある上で喧嘩する、これはやっぱりこのチーム経営にとってはすごく大事で、最近いろいろこう新体制のこう雰囲気とかなんとなくチームの柔らかい空気感みたいなものをいろいろなお声いただくことあるんですね。でもそれ仲良しクラブになったらもう絶対ダメだと思っていて、やっぱりある意味の厳しさは持って引っ張っていかないといけないので、そういう思いをちょっと込めてこう書きましたが、いや本当に本当にちょっとびっくりしましたね。でも継承と進化がテーマで、当然この仲良く喧嘩するっていうのは進化の部分ですよね。そうですね。どういう進化をしていきたいって思いますか？やっぱり新しいものを生み出していくということがやっぱりすごく大事だと思うので、今の自動車産業のこれまで培ってきたその競争力だとか、トヨタの企業力みたいなものにあぐらをかいたらやっぱり成長は止まるんですよね。で今までやったことないことをやろうとすることが大事で、そういう時って答えがあるわけじゃないんで、多分10人いれば10通りのアイデアが出ちゃう。だからそういうものに向き合っていくというエネルギーをなんていうんですかね、この新しい体制では大事にして常に新しいものに挑戦する経営っていうのを、頑張ってやっていきたいなと思います。そして新しいことに挑戦していってどんなトヨタを作り上げたいですか？やっぱり自分たちは使命としてね、幸せの量産ってことを掲げてるんですけど、自分たちが成長してその企業として健全であればいいんではなくって、我々が存在していいよって世の中に言っていただけるような企業としての成長を目指さないといけないと思うんです。でそうなった時に誰かにありがとうと言ってもらえる仕事、誰かの笑顔につながる仕事、そのために自分たちが何かに向かって挑戦をして
その笑顔をご褒美として、活力にして次の挑戦をするって、なんかそんなサイクルが回る会社になっていきたいですし、明夫さんが続けてきた経営っていうのもそういうことだと思うんですね。だからその部分は進化ではあるんだけれど継承でもあるという、なんかそういう不連続なトヨタの不変の価値なんじゃないかなって思うんですよね。中島さんはどんな商品を作っていきたいですか？やっぱりそれバッテリー EV になってもですね、それからハイブリッドであっても、もしくは FCEV であっても、いつもやはりお客様の心をワクワクドキドキさせる商品でありたいですし、それからモビリティカンパニーへって言い方をしてますから、その車を中心としながらもその中辺までもワクワクドキドキ楽しくさせる商品開発を進めてまいりたいと思います。宮崎さん、地域でトヨタはどんな存在であり続けたいですか？やっぱりお客様にとっての一番近い存在であり続けたいと思います。やっぱり我々これまでは車を販売したらなんとなくそこがゴールみたいなところがありましたけども、お客様からするとやっぱりそこがスタートなので、やっぱりお客様が車をお使いいただいている間はずっとお客様と一緒にいられるような、そういう会社になっていきたいなというふうに思います。はい、最後に浩二さん、このトヨタイムズニュースをご覧の皆様に一言メッセージを。いよいよ新体制での経営がスタートしました。継承と進化をテーマに、いろんなものに挑戦をしていきます。ただ我々やっぱり大事にしたいのは原点である車屋だということ、車の価値を未来につないでいくために新しい発想でいろんなことに挑戦をしていきたい。でその未来に生み出される車が世の中のもっともっと豊かな生活社会につながっていくような存在であってほしい、そんな思いを込めて車の未来を変えていこうっていうような思いを持って、これからみんなで本当にいろんな挑戦をしていきたいと思いますので、ぜひ応援をいただければなというふうに思います。はい、まだまだお話は聞き足りないので、これから先チーム経営をされていく皆さんにどんどん定期的にですねトヨタイムズニュースにお越しいただきまして、私も話を伺ってまいりたいと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ではですね、4月3日入社式の後に社内向けの方針説明会というものがありました。そして4月7日にはメディアや投資家向け、対外向けの方針発表会というのがありましたので、そちらでどんなことを、佐藤浩二新社長をはじめ新チームが伝えたのか、こちらをご覧いただきます。もっといい車を作ろうよ。この13年間私たちが培ってきた最も大切な価値観です。トヨタはこうした車作りの原点を大切にする会社に変わってきました。私も小さい頃から車が大好きでした。そしてトヨタで車作りに長年携わり、車作りの楽しさを学びました。だから車を作り続ける社長でありたいと思っています。そしてもう一つ、私がこだわりたいことはチーム経営です。車作りはチームプレーです。執行役員の8人を中心に、今のトヨタにはこの13年秋尾塾で共に学んで価値観を共有する、しかも個性豊かなメンバーがたくさんいます。肩書きではなく役割で、機能を超えてみんなで同時に動くこと、そこが大切だと考えています。会長がタクシードライバーになりたかったっていう小さい頃の写真をよく紹介されるじゃないですか。可愛い写真ありますね。それでは皆さんから質問を受け付けたいと存じます。皆さんが今一番ワクワクしていることをぜひ。今車の在り方が変わろうとしていて、自分たちが頑張って何かをやれば車の未来変わるかもしれない、ど真ん中にいる感っていうのはやっぱり自分にとってのワクワクですね。やっぱりまたブルドーザーに乗ってですねまだ未開の道を開きたいと思います。これ皆さんと一緒にぜひ開いていきたいと思いますので、いろんな新しい方と会って話ができる機会をいただけるっていうことが大変ワクワクしてます。ブルドーザーまではいかないかもしれませんけども、自転車こいで皆さんと一緒に前に進みたいなというふうに思ってます。かっこいいものを作るチャンスはねもらったということです。ちなみにこの部屋の中にかっこいいものを作りたい、あれか買いたい人は手を挙げてください。よし。やっぱり、それでワクワクしました。テキサスの
ステーキをアメリカ人と食べながらワインを飲むというこの辺が大変いろんなことを聞けてワクワクしております。この3年間でどれだけ変わっているかということをですね説明できることがですねワクワクしております。今回豊田会長から引き継がれるにあたって印象に残った言葉だったりとか、また私たちに向けてのにも響くようなメッセージがあれば教えていただきたいなと思います。誰かのためにやろうよっていうことをこんなに素直に喋れる会社って僕多分ないと思ってて、とっても素敵な会社になったんじゃないかなって思うので、一番伝えたいとしたらそういうことでしょうかね。本当にガラリと車作りが変わったな、豊田会長がズバッと引っ張っていってくれて、それをみんながついてったらもうこんなにいい会社に変わって、本当にありがたいなと思うし、これを継承していきたいなと思ってます。明夫会長は多分本当の気持ちをね全く喋れてないんですよ。だから心に残った言葉じゃなくて言葉に出せなかった思いの方がたくさんあって、やっぱり最後の責任者になるっていうことの重みとかその辛さっていうのはやっぱりその立場になった人しか多分分からなくて、本当に辛かった13年ってやつをぐっと飲み込んできた13年っていうのを自分たちがちょっとでもねその思いを受け取って継承していって、このせっかく変わってきたこのトヨタが元戻んないように必死に頑張ってねつないでいかなきゃいけないなって思うので、何の話でしたっけ明夫さんの残った言葉の話でしたけど、ちょっと興奮して何喋ってるか分かんなくなってきましたけど、みんな本当に頑張りましょうっていうことをちょっと言いたいっていうことです。4月3日に続いて今日も新体制の方針説明会が行われます。対象は今回はメディアや投資家です。もうすでに多くのカメラも並んでいますね。皆様こんにちは、佐藤でございます。車がこれからも社会に必要な存在であり続けるためには、車の未来を変えていく必要があります。そこには2つの大きなテーマがあります。1つ目はカーボンニュートラルです。全世界で販売する車の平均 CO2 排出量は2019年と比べて2030年には 33%、35年には 50% を超える削減レベルを目指します。カーボンニュートラルと移動の価値、この2つのテーマを柱に私たちが目指すモビリティ社会の在り方をまとめたものがトヨタモビリティコンセプトです。このモビリティコンセプトで最もお伝えしたいことは、車が進化した先にモビリティがあるということです。車の持つ可能性を広げていく、そのためにはこれまで培ってきたもっといい車づくりと町一番の考え方を基盤にした進化が必要です。商品、地域を軸に車の未来を変えていきます。商品を担当いたします中島です。はじめに申し上げたいことは、我々はマルチパスウェイの軸を決してぶらさないということです。ではまずバッテリー EV からお話しします。足元のラインナップを拡充させ、2026年までに10のモデルを新たに投入し、販売台数も年間150万台に達します。一方、車屋が作る今までとは全く異なる次世代バッテリー EV も26年に投入いたします。電池を極限まで効率よく使い、航続距離を2倍に、さらに心揺さぶる走りとデザインを兼ね備えたまさに次世代のバッテリー EV です。その実現のため、この度専任組織を作ります。全権を委ねたワンリーダーの下で、開発、生産、事業すべての機能を持つまさにオールインワンチームです。我々の強みである地域のニーズに合ったタイムリーな商品改良と、仕入れ先の皆様と共に取り組む原価低減を継続的に積み上げてきた結果、稼ぐ力は過去と比べ圧倒的に伸長し、
さらなる成長に向けた未来への投資を行いながら利益を伸ばせる体質に進化をしてまいりました。ハイブリッドシステムの原価は当初の6分の1まで低下、ガソリン車と遜色のない利益が出せるようになってまいりました。このようにトヨタは稼ぐ力を大きく向上させながら未来への投資とステークホルダーの皆様との成長と CO2 排出削減を両立してまいりました。これがまさにもっといい車をベースとした地域塾経営の成果だと考えております。正解がない時代に未来を変えていくのは意志と情熱に基づく行動だと思います。大切なのはまず行動すること。止まっていたら景色は変わりません。常識を超えて挑戦する仲間と共に、そうやって動き続けた先に車屋らしくトヨタらしいモビリティの未来がある、そう信じています。